皆さんこんにちは。 US テックナビです。4月4日の米国株マーケットレポートです。本日は正金曜日のため米国株式市場は休場となっています。本日は前営業日の振り返りと市場に影響を与えるニュースをお届けします。前営業日の市場を振り返ります。主要産指数はまちまちの展開でした。 S&P500 は 0.11% の上昇、ナスダックは 0.18% の上昇となりました。一方ダウ平均は 0.13% の下落で取引を終えています。セクター別に見ると不動産がプラス 1.36% と最も上昇しました。次いでエネルギーがプラス 0.92% と続いています。一方で一般消費財セクターはマイナス 1.45% と最も下落しました。金利や原油価格の動向をにらみ資金の動きが分かれた格好です。次にマクロ経済のニュースです。まず発表された3月の米雇用統計です。非農業部門の就業者数は17万8000人増と市場予想を上回る強い結果となりました。失業率も 4.3% に低下し労働市場の底堅さを示しています。この結果を受け年内の利下げ観測はさらに後退したとみられています。ニューヨーク連銀総裁も現行の金融政策は適切との見解を示しました。続いてエネルギー価格の動向です。中東情勢の緊迫化を背景に原油価格の上昇が続いておりインフレの再燃が警戒されています。 FRB はエネルギー価格高騰の影響が経済全体に波及するには時間がかかると見ています。また米国経済は過去の教訓からエネルギーショックへの耐性が増しているという指摘も出ています。 S&P500 の構成銘柄入れ替えも報じられました。 NVIDIA が出資する光通信部品メーカーのコヒレントとルメンタムが新たに採用されています。これは AI 関連技術の需要が半導体以外にも広がっていることを示唆しています。続いて世界情勢と金融市場の動向です。中東情勢は依然として不透明です。イランが米国の象徴としてテック大手の中東データセンターを攻撃する可能性が報じられています。またホルムズ海峡が封鎖された場合世界経済への影響は甚大です。地政学リスクの高まりが懸念されます。原油価格の高騰は他の金融市場にも影響を及ぼしています。為替市場の動向が石油市場に引きずられているとの指摘もあります。各国でエネルギーの安定供給が課題となっておりサプライチェーンへの懸念もくすぶっています。来週の注目イベントを予習しましょう。来週は重要な経済指標の発表は少ない見込みです。しかし市場は引き続きいくつかの点に注目することになるでしょう。市場は先週末に発表された強い雇用統計の結果を消化する週となります。 FRB 高官からタカ派的な発言が出れば金利がさらに上昇する可能性があります。また中東情勢をめぐるニュースフローとそれを受けた原油価格の動向から目が離せない状況が続きます。 AI の膨大なデータ分析によると来週注目すべき銘柄としてキャタピラーが挙げられます。まず原油価格の高止まりは資源開発への投資を促し同社の建設機械の需要を後押しします。また AI の普及に伴うデータセンターの拡大は膨大な電力インフラを必要とします。キャタピラーはこの分野の発電設備で高い競争力を持っています。強い雇用統計が示す米経済の底堅さもインフラ投資を支える要因となります。なおこれは AI によるデータに基づく推測であり投資助言ではありません。投資は自己責任でお願いします。本日のレポートは以上です。この動画が参考になりましたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回。